ひろすぴ。ではね、今回人間関係、新しい出会いという形で、スピリチュアル的対処をお伝えしますね。瞑想やヨガ、いつもの定番の瞑想やヨガ、ストレスの軽減や心の安定も達成することを落ち着いてコミュニケーションを取りやすくなります。まずスピリチュアル的に第一として、新しい人と会うと、心が乱されやすい理由は、波動が合わないんですよ。波動が合わないっていうか、うーんと、人間って免疫力っていうのかな。慣れるっていうのがあるんですよね。変化することは嫌いなんですけど、変化に対応できる能力があるんですよ。それはいつもと違う波動を感じると、大体違和感を感じるものだと思ってください。でも、その波動のリズムが分かってくると、慣れが生じるんですよ。これは、今回はね、人っていう形なんで、その人との。波動が合ってくるっていうか合わせられるようになるんですよね。っていうような世界。ただ、分かってても、さっき言ったね、Z 世代。次がアルファ世代っていうらしいんですけど、とか、わかんない。もう本当に宇宙人ぐらいのレベルだと思ってた方がいいんです。で、そんな宇宙人的な人たちとコミュニケーションなんて、取るに取れないで心乱される時があるんで、そういう時にね、瞑想やヨガをすることによって、波動が落ち着くっていう感じですね。波動が落ち着いて、そういう人もいるよね、みたいな感じで対応ができる。頭で分かってても、心が拒否反応を起こしちゃうんで、その心を一体にさせるのが瞑想やヨガ。みたいな感じですね。はい。瞑想は思考だね。思考を落ち着かせる感じか。では次いきますね。で、エネルギーグッズ、パワーストーン、ブレスレットのパワーストーンやアイテムの力が後押ししてくれる。人間関係の力、ネガティブのエネルギーが守る。心の安定系なの。うん。そうだね。そういうのも、そうですね。ただ、ここ一つだけ注意してもらいたいのが、いいっちゃいいんですけど、パワーストーンが欲しいがゆえに、いろいろ不安定させるパターンもあります。今回は人間関係がうまくいかないのは、パワース、いかないのはパワーストーンが原因だから、みたいな。だからパワーストーン買えば良くなるみたいな。で、それは別に人間関係がうまくいくいかないは別にして、ただ単純にパワーストーンが欲しいんですよ。購入するための理由をつけるパターンがあります。ので、そんな感じ。まあ、高くなければね、気に入ったのあれば買ってもいいと思うんですけどね。高くてもね、買えるお金があれば買ってもいいんですけどね。そんな感じ。で、あとはね、ヒーリング。うん。ヒロスピでもやってますんで、YouTube とか、YouTube の動画もあるし、ヒロサロにいる人は、愛と光のルームもあるしね。そっちでバランス整えるのもいいですよね。で、縁結び。ヒロスピのメニューで縁結びっていうのがあるんですけど、スピリチュアル講座を受けてる人も縁結びできます。できる縁結び。うん。で、縁結びって何かと言いますと、まず一番最初に、そのマイナス、ネガティブな感情を取り除くんですよ。取り除く。で、
縁結びするしない何が違うかっていうと、嫌なことされると嫌なんですよ。相性が良かろうと悪かろうと。でも、相性が低い、およびネガティブエネルギーが最初くっついちゃってるんで、嫌なことをされると引きずるんですよ。で、相性が高いと嫌なことされても、そういう時もあるよね、みたいな感じで切り替わるのが早くなるんですよ。それが縁結びだと思ってください。で、エーテルコードカット。相手に対するネガティブエネルギーをカットする。うん。で、これは相手に良かれと思ってやったことが裏目に出やすいんですよ。エーテルコードが繋がってると。例えばこっちが良かれと思ってやることが大きなお世話になるし、向こうの人にとってね、喜ばれるかなと思ってやるのが、うん、邪魔に感じやすくなるっていうのを、このエーテルコードでカットしてあげる。そうすると、そういう、ありがたいなって思いやすくなるって感じ。これがエーテルコードカット。で、ブロック置き換えっていうのは、頭で分かってても心が追いつかない時があるじゃないですか。この人はいい人だと分かってるんだけど、なんか嫌だみたいな。で、嫌なままでもいいんだけどね。いいんだけど、その、それだと職場の人だったら、うまくいかない。こそういう嫌な人と一緒にいると、エネルギーの消耗が激しくなっちゃうんですよね。波動が乱れるから波動を整えようとして、エネルギーを消耗するんですよ。波動が乱れるから。でも、うん。でも頭では分かってるんですよ。仲良くした方が絶対得だっていい。だけどそれができない。で、それをブロック置き換えをすることによって、潜在意識と潜在意識を一緒にする。潜在意識が拒否反応を起こしてるから、その拒否反応を取ってあげる。取り除く。取り除く。潜在意識と一致させることによって取り除かれるっていう表現が正しいかな。うん。で、知っての通り、知らず知らずブロックが入ってしまうんで。で、あと、覚えておいていただきたいのは、ここすっごい重要で、なんでブロック入ったかなっていう意味はあんまり探さなくていいですからね。余裕があれば探してもいいんですけど、まずは整えることをお勧めします。それがブロック置き換え。で、もう一つあるのかな。で、占い。占いは、人間関係っていうことでね、どうしたいかもういいですね。うん。占い。うん。占いって生年月日から算出されるんですよね、基本。で、悪いものは悪いんですよ。だから、その覚悟があれば占いしてもいいです。この占いも、占いちょっと、いいか。いや、せっかくなんで教えますね。せっかく皆さんいらっしゃるんで。占いの、表と裏の占いがあって、一般的なのが表なんですけど、じゃあ裏っていうのは何かっていうと、若干この前話したかな。どっかで話したかもしれないんですけど、生年月日、これ、丸っぽくないけど丸だと思ってくださいね。これで丸書けるのかな。書ける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 。で、生年月日って年月日なんですよ。で、年月日から点がつくんですよ。年の点、月の点、日の点みたいな感じで。で、三角ができるんですよ。これ占える人ってどれぐらいいるのかなと、あんまりいないかもしれないけど、いいや。三角ができるんですよ。
こんな感じで三角できるんですよね。必ず。で、相手も三角ができるんですよ。で、この三角が1点、2点、3点。こんな風に重なってない場合は、肉体接触とか考え方とかが異なるんですよ。で、どうやって見るかっていうと、これ占いの話ね。どうやって見るかっていうと、あんまりあなたの言葉が理解できないから、好きだったらそういうものだと思ってくださいって言うんですよ。考え方が異なります。だからあなたが思ってくれるように相手は動いてくれない。そしてあなたのやることを否定します。そういうものだと思ってください。お付き合いするなら。っていうような発言するんですよ。まあ、できる占い師はね、まあ、ダメな占い師は相性悪いですねって言うと終わりなんだけどね。相性合わないからいいです。結構です。あの人は。うん、で、これが重なってる場合があります。ここの面が重なってるじゃないですか。ここの面重なってるんですよね。で、こういう重なりがある場合は、肉体的接触考え方が思考パターンが似てるんですよ。だからこの人とは、もっと積極的にスキンシップにとっても大丈夫ですよってアドバイスするんですよ。占い師は。占い師ってか、占いをちゃんとできるって表現も変なんですけど、わかる方は。って感じです。まあうん。って感じですね。でも大体占いすると、どうしたらいいのかアドバイスをして教えてくださいって気になる人がしたらどうしたらいいかアドバイスしてくださいって言っても、占いだから悪いって言いますよ。悪いから悪いんで、付き合わない方がいいです。それ以上エネルギーを使わない方がいいですって言いますよね。占いなら。だってそうやって言うのが正しいんだもん。合わないもの合わないから占いなんだから。うん。合うか合わないか占いは見てくれるんで。でも、それでもいいなら追っかけてくださいって言いますよね。あと一応、占いは、この人と一緒にいると運気が上がるとか、運気が下がるっていうのもあるんですよ。だからこの人といると運気が下がりますよ、みたいな。うん。まあ、逆に上がりますよっていう人もいます。まあ、占いはそういうものなんで。うん。まあ、そこまでね、話してくれる人いるのかな、理解できてる人いるのかな。最近、占いって超簡単で生年月日入力すると、その人の性格とかが出るんですよ。で、うん。だから占い師なんて、そのくらいでできちゃうレベルに今はなりつつあるんですけど、もうちょっと踏み込んで裏を教えてくれる先生っているのかな、最近いないのかな、わかんないけど。うん。で、まあ、裏の方知ってると三角を教えてくれます。でも重なってないときは重なってないんで、まあ、はっきり占い的にどうですかって聞くのはあり。ズバリ言ってくれるから。合うんですか合わないんですかみたいな。聞くのはあり。ただうん、心の準備はして占いをやってくださいね。白が占いをやんなくなった理由は、占いは未来を、占いは未来を見るものなの。見る。まあ見る。
見るっていうのもおかしいな。予想するっていう方がいいのかな。予想そうだね、予想だね。うん。見る、予想する。で、ヒロスピは未来を変えるもの。未来を変えるもの。っていう定義。占いやっててね、違和感を感じたんですよ。自分占いもやってたんですけど、これって、ダメなものダメだよねっていう結論になったの。もうダメなものはダメだから。ダメなものはダメだよねっていうのは生年月日から算出されるし、ダメなものはダメだし、双子が同じようなパターンを、未来を描けるかって描けないじゃないですか。でも、占い師にそうやって言われちゃうと、占い師の言葉が入っちゃうから、そういう未来になる可能性が高くなっちゃうんですよね。まあ、この世界って VR なんで仮想現実っていう部分もあるんで、まあ、引き寄せね、引き寄せ。だからそれは、まあ、広的に嫌だったんですよ。それでもいいっていうならそれでもいいと思うんですけど、そういう人たちは。自分は嫌で、どうやって未来を変えるかって今に至る感じです。だって告白しようと思った時、占い師にその人のね、生年月日と相性を見てもらったら悪いとか言われたら絶対告白する気なくなっちゃうじゃないですか。でも占い的に悪くたってうまくいってるパターンもあるし、そんな感じ。でもそれをね、まあ自分は未来を変えたい。未来を変えたいというか、望む世界を描きたいっていうのかなって感じ。まあ、仲良くなりたい人は仲良くなりたいみたいな感じですよ。そんな感じです。のでまあ、ズバリ言われても大丈夫な人は占い。OK です。まあ、これはね、占いに限らず、まあそうだね。リーディングとか、霊視もそうですね。未来を予想するもの、見るもの。あくまでも、そういうものだから、そうやって見るしかないんですよ。見てほしいというか見た。だからそうやって、なんでそうなるんですかっていう野暮な質問はしちゃダメですからね。だから、リーディングしてもらって。なんでそんな風に見えるんですかって。いや、見えたから見えたの。そのまま見えてるだけであって。うん。って感じです。ので、まあそんな感じで。